はいたーい、沖縄のビヨンセ記者場泉やいびんプチ沖縄トラベラーへメンソーレ。今回私はかなさんに代わってスタジオから沖縄大好きな外国人2人バンソンとクリスタルの行方を見守りながらうちなんちの目線でコメントをさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人ウニゲーサビラ。はいさあクリスタル、今日は与那原町に来てるんですけれども、与那原町といえばどんな印象ですか？与那原はですね、もうすごく綺麗な景色があると思います。もうあっち見たら海があるし、こっち見たらもう山が見えるし、もうすごく綺麗だと思いますよ。で、実は私は与那原に縁があります。お、何？私は与那原に住んでました。住んでた。本当にクリスタルさんっていろんなところに住んでましたよね。この前の中城とか、いろいろ住んでたんですけど、確かにこの与那原町ですが、歴史的にも交通の要衝や産業経済の町として重要な場所ですが、今でもお店が多く、東南部在住のみんなが那覇まで行かずとも気軽に遊びに来れる場所でもありますね。そしてもう一つ、400年以上続く与那原大綱引き祭りもありますよね。In many ancient cultures, numerous symbols representing fertility that we can't show here on YouTube were used when praying for good harvests. And of course, Japan was not an exception. With festivals like Kawasaki's Kanamara Matsuri, where big schlongs parade through the city, you may think, how does this relate to harvests? Well, let me explain. This candy isn't just a snack. It's a promise of a prosperous harvest season. Because if your crops were as robust as your candy, it seems you were in for a plentiful harvest. Now, welcome to Yonabaru, a small town in Okinawa where for more than 450 years, the Yonabaru Ozuna Hiki Matsuri, or Tug of War Festival, takes place, with the male rope and the female rope aiming to intertwine with each other. So today, don't be late to embark on a trip where fertility and a strong sense of community are essential ingredients for a good harvest season. 今日は与那原町を発見しつつ、与那原に詳しい素敵なゲストとともに大綱引き祭りに迫りたいと思います。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。はい、今回はお二人我が町、私たちのね、私の出身与那原にいらしてくれてありがとうございます。一平二平デービル。はい、与那原といえばですね、ひじきが有名よ。ひじきとっても美味しいんだから。そしてね、沖縄初の与那原テックっていうのがあったんですよ。与那原にはね、与那原すごいよ。そしてお二人もお話しておりました。忘れてはいけません。与那原大綱引きがありますよ。ばんちゃんが今言ってましたけどね、与那原に詳しい方が、ゲストで登場って、あれ誰かね、見てみましょう。さあ、本日のゲスト、記者部泉さんです。どうもありがとうございます。与那原町のボンドガールです。ボンドガール、じゃあ僕はジェームズで。びっくりした？私よ、私こっちにもいて、スタジオにもいて、ロケにも行ってるさ。まず最初はどこに行くんですかね？こちらです。与那原大綱引き資料館。やっぱ与那原って言ったら大綱引きでしょ。じゃあこちらはどういったところなんですか？大綱とかも、去年のですけど展示したりとか、支度の衣装も展示したりとか、いろいろありますよ。じゃあ歴史の説明だったりとかあるんですね。じゃあ早速ね、見に行きましょう。行きましょう。行きましょう。お二人どうぞ。じゃあこちらが。そうです。与那原大綱引き資料館っていうね。ばんちゃん、クリスタルちゃん。こっちでございますよ。つなができるまでのちょっと簡単なね、ユンタクしていいですかね。まずは豊作ね。豊作を願って作るっていうことだったんですけど、今もほら祭りになってしまいましたけど、もう今畑もねないもんだから。でももともとはそういうことで、祭りというか神事ですよ。神事。
だからちゃんとこうスケジュールもあってですね、まずは拝みからですね、ちゃんと、はい、害虫駆除の拝みからして、ちゃんとこういうスケジュールがあるわけですよ。ほらほら、ね、なるほどですね。そうそう、みんな編んでるってことですか？そうです。ここれはれ綱作りが始まるんですけど、本番のだいたい3週間前ぐらいかな、そこで各区でそれぞれ編むんですよ。まあ、ここに書かれてますけどね、各区でね、いろいろ、与那原でいうと、東添とか板良敷とか江口とかいっぱいありますけど、その区がもうそれぞれ3週間前から編んで作ってですね、はい、そしてそれを本番で1日でやるんですよ。一日でやる。それぞれ区が作ったものを1日で合わせて、なんと重さが5トン。私よりはちょっと軽いぐらいですね。何笑ってんですか、クリスタルちゃん、何笑ってんですか。水さん、そんなにあったんですね。大体私を基準にすれば分かると思います。どれぐらいかかると思いますか。時間的に言ったらお二人どれぐらい、私も情報ありますけど一応。それはもうじゃあ労働基準に基づいて8時間とか。8時間、はいはい。残業もじゃあ12時間、10時間とか。これ情報で聞いたんですけど、朝8時から、はい、深夜の12時ぐらいまでだそうです。ずっと編み続ける、ずっと。でも基本はもう終わるまでです。出来上がるまで。今年はですね、上がりが夜の11時ぐらいに終わって、入りが12時過ぎ、深夜12時過ぎまで、かかったらしいですよ、編み。今 VTR 見て分かりましたよね。1日で編むんですよ。与那原中すごいね。はい、続きインチンだ。はい、お二人どうぞいらしてください。なんか素敵な、こちらですよ、こちら。衣装ですね。はい、こちらでございます。はい、こちらが支度とね言うんですけど、綱の上に乗る方々、はい、支度と言います。これはですね、沖縄の組みうどいとか内縄芝居の登場人物のこの格好をして綱の上に乗るというね。はい。じゃあすごいなんか光栄な役割ですよね。そうですよ、もう支度は。いや実はね、僕も撮る別の撮影で一度だけもうすごく光栄なことに乗させていただいたことあるんですよ。支度になったことあるんですよ。ワンちゃん、私は情報を仕入れておりますよ。与那原大綱引きのパンフレットにですね、しっかりバンちゃん載ってるよ。あれバンちゃん。知らんかった。知らなかった。はい、ばあちゃんに断りもなしに与那原町載せてるね。ごめんなさいね。いえ、大丈夫です、大丈夫です。もう喜んで。しっかり載ってるばあちゃん。ね。でもね、すっごい貴重な経験だったんですよね。あれはなかなかもうできない体験なんで、もうよかったよ。はい、こちらがお綱ですね。ばんちゃんがいるところがね、お綱ね。はい、そしてこちらがメズナ。はい、メスね。クリスタルちゃんのところね。はい、これわかりますか。はい、オスとメス。これ見た感じわかりますか。はい、どうぞ。振られた。最終的にね、一回見たことあるんで、このオスがメスに入るというかドッキングするんですね。はい、そうです。正解です。はい、クリスタルちゃん、今の意味わかりますか。わからない。はい。人間で言うと、夜の営みですね。いろいろね、クリスタルちゃん可愛いさ、ね、恥じらいもね、もうこのぐらいのおばさんになるとね、もう全然言えるの。そうです。そこはだから、本当子孫繁栄っていうことですよ。はい、じゃあ乗ってみましょう。はい、どうぞどうぞ、ゆっくりよ。これやっぱオスもう細いですね。わかるでしょ、これ。全然幅も違うのよ、ほら、メスと。あれ、ばんちゃん、気をつけて、ばんちゃん。大丈夫です。前の人ね、ここにね、綱にね、足を固定させたりとかするらしい。なるほどですね。足を入れたりとかしてね。落ちないように。落ちないように。まだ安定感ありますよね。ありますね。それでもですよ、これが上がるわけですよ。だいたいもう2メートルぐらいじゃないですか。与那原の大綱引きの見どころはですね、やはりこの、お綱と目綱がこう重なってね、金地棒が入った瞬間にこの支度の人が降りるわけですよ。ガンってすぐ始まるんですよ。ごめんなさいね、気分立ちはしてる、もう私鳥肌立ってる、こんな話です。ここがね、もう与那原のね、大綱引きのね見どころですよ。はい、こちらがね、旗頭なんですけど、応援する綱をね、綱引きを応援する旗頭でございます。見たことあるでしょ、ばんちゃんもクリスタルちゃんも祭りでね。ありますあります。これね、本来ならば上がりが書かれてますね。55キロから60キロ、はい、入り西がですね、45キロから50キロなんですけど、もちろん持てません。素人さん、私たちはね。これは30キロ
ははい、30キロ体験できるということで、はい、ばんちゃんやってみてごらんなさいよ。ほーこんなじゃないですよ。もう腰がまこうとして、ばんちゃん腰入れてよ。気をつけてよ、ばんちゃん。気をつけてよ。はい、ばんちゃん。あ、ばんちゃんいけるじゃん。あ、でしょ。ほら、さあ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 ってね。い。さあ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 みたいな感じで。顔ちょっとかくなってはい、どんな。はい。はい。クリスタルちゃん、あれれれ。おーすごいすごいすごい。どうクリスタルちゃん。おやっぱりークリスタルちゃんも上手ね。怪力。うん。クリスタルも顔赤いよ。びっくりじゃないですか、クリスタルちゃん、バンちゃん。いやーまあね、でもここいですでにね本当に大綱のいろいろ勉強できたんですけど、はい今日はまあいろいろね、はい準備そうですの日なので、はい、前日ですから、明日本番ですからね。ねえ、はい。ちょっと町内にいろいろそういう準備見に行きたいと思いますいいとけれども、思いますよ。行きますか。ぜひはい行きましょう。はい、じゃあ、イチャビライチャビラ。はい、行きましょう、行きましょう。はい、はい、行きましょう。じゃあたくさん勉強したんですけれども、実際の準備を見ようと今どこに向かってるのかな。はい、はい、ここはですね、神話なんだけど、おなり神の最高女神の聞こえ大君が、こちらのね、お川広場の、はい、お水をね、使って額に当てて、そうすると清められるっていう。はい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 一平大切な神聖な場所なんですよ。はい、なるほどですね。はい、そこで皆さんね天熊で、綱作りをしているんですね。はあ、おやってるやってるやってる、ねやってるでしょ綱いっぱいいっぱい、ね見に行きましょう。はいはいはい行きましょう行きましょうはいはいはい。さあなんかねみんながもう団結していろいろ作ってるのは見えたけれども、今何を作ってるとか一切わからないので、そうでしょいろいろう。ね。聞きたいですね。ね、本当ですよ。作ってる人たちね、私大体同級生が多いのよほう。で同級生がいた。おだからちょっと聞いてみようね。同級生さん、まず参加するのは、中学校2年生で金交代しますよね。はいはいはい。それからちょっと飽きますけど、やっぱり高校卒業してからは、18歳からはもう綱に携わると。今どういう部分を作ってたんですか。あんたの担当どこね。だからはね、甘からの通訳藤井だとんや。今かなちといって頭の部分作ってます。はい。これはお綱。お綱ですこちらは。お綱ですね、はいじゃあ最終的に立てる。最終的に立ってますねこちら。この与那原大綱引きのその思いとか聞いていいですか。なんか、伊佐尾自身の思いさ。重い。まあやっぱりほらね、この子供の頃から血もささして、はい自分もこう受け継いできたけど、どんな思いでやってますか。まあ当然綱引きなんで勝負事ですから、まあ入りに負けないように、はい頑張りますけど、まあ負けたとしても民栄える国豊かにという勝っても負けても結局いい形なんで与那原を盛り上げようと、はい、一生懸命やっております。東上がりと入り西とで綱を引き合う、これ勝負事なんですけど、でも今の同級生も話しておりましたが、負けても勝っても両軍をこう称え合うっていうね、素晴らしい綱引きでございます。はい。今すごい今作業中こっちなんですけど、めっちゃ近くに来てて感動ですでしょでしょ。こっちにさまた私の同級生がいるわけだからちょっと聞こうね。はい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 。ばんちゃん聞いて。こんにちは。先ほどね後輩の方とかに指はい導されてたとかのを見て、次の世代にはいこの大切な伝統である与那原大綱祭りの伝えるのはどういう気持ちなんですか。で勝ち負けも実際大事なんですけど、結局何が成功かって言ったらつなぐことですね。次世代に一次の世代に。人でも子供たちが自分もあれやりたいなって思わせられるかが勝負なんで、かっこいいでしょ。同級生よ。よく飲みに行く一緒に。元彼中学校の時の。元彼。かっこいいねタムツ。体験したいんでしょ。いいねあっちゃん。大丈夫です。後輩のあっちゃん。おお、なるほど。ばんちゃん頑張れよ。頭が近い。はいばんちゃん。もっと強くて。もっとおて。お、すごい。はい。ありがとうございます。わあ。
すごいのんちゃん。はい、我が町与那原町町長照屋町長でございます。町長から一言いただきたいと思います。もう小さい頃からずっと綱には関わっておりますが、やはり、この大綱は与那原町町民の心意気だと思っています。毎年1本の藁から5トンの大綱を作るわけですが、やはり町民の融和と団結と言われるようにこの大綱引きであります。そして、与那原大綱引きの真骨頂である引きじゅらさ、勝ちじゅらさ、巻きじゅらさというこの勇壮なダイナミックな与那原大綱引きをですね、ぜひ皆さんに楽しんでもらいたいなと思っています。いいですね。もうぜひこちらも楽しみます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。町長どうもありがとうございました。リフェーデビタン、リフェーデビタン。はい、お二人さん、もう祭りの雰囲気最高でしょ。いやーもう祭りもいいし、やはり大綱引きの準備をしてる皆さんの頑張りを見てすっごい良かったね。はい、明日はいよいよ本番ですよ。綱引きです。来ますよね。もちろん見に行きますよ。じゃあ私はこれでね。じゃあまたね、バイバイ。いやありがとうございます。今日いろいろ素敵な案内。ありがとうございます。はいや、去っていった。はいや。っていうかスタジオもいるけど。いるよね。はいやさ。ごめんなさいね、しつこくてね。そう、スタジオもいるんです私。ねえ、いいえなバンちゃんとクリスタルちゃんような与那原のね綱引き前日あんなに満喫してどうするかね。本番どうなってるかね。上がるよ。そう、6尺3尺でこう上げるんだよね、上に。せーので、あれ上がった。おお、すごいかっこいい。あっさりよ。うわー、かっこいいね。ちびらせよ。少し前へ進みながら、そして今、金地棒が入ります。入った。はい、始まった。はい。あっさりよ。1分半が経過をいたしました。まだまだ勝負はつきます。少しずつ上がりへ動いたか。やったー。はい、上がりが勝ちましたはい、450年以上続くこの歴史、与那原大綱引きね、すごかったですね。見てるだけでももう熱気がねすごかったですよね。与那原町はですね、この時期が来るとちむわさわさしておりますけど、今年もとっても素晴らしかったね。ちびらあさたん、力道たんろう。来週はですね、プチ沖縄プラスにて今回ちらっとしかご紹介できなかった与那原大綱引きの本番をたっぷりとドキュメンタリー風にお届けしますよ。お楽しみに。バンソンちゃん、クリスタルちゃん、ありがとうね。また読んでね。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をゆたさるぐとうにげーさびらプチ沖縄トラベラーで検索。印字組総利用隊。